数学の正しさとは一体何が保証しているんだと。物理学も数学の正しさによって保証されているし、生物学とか社会学とかもそうやね、基本的に。数学的にその統計とかそういう数学があって、その数学が正しいから、その上で、成り立っている学問っていうのが最近の現代科学であると。なんだけども、その数学の正しさは何が保証しているんだと。例えば1というのは、一体それは1と捉えることを何が保証してくれているんだとか、1たす1は2であることはどう証明できるんだと。みたいな感じで、数学が正しいことを、保証するのが、極めて難しいと。そこを、考えようとしたのがフッサールで、ながら哲学2025年12月24日、こんばんは、ユンユンです。こんばんは、やすです。この番組はユンユンが伝えたい歴史や哲学、また哲学的な何かについて、ながら聞き推奨でお届けする番組です。お手元はそのまま。はい、ということで、はい。今回はですね、何を取り上げるかと言いますと、フッサールの現象学というね、哲学を取り上げようと思います。フッサールの現象学。フッサールという人が始めた現象学という、哲学の一ジャンルを、主にフッサールだけを取り上げるんやけど、今回は。はいはい。そう、なんかね、前回さ、仏教の由意識を取り上げたやん。取り上げたね。やったね。それが結構、人間の認知構造というものがどういうものなのかっていうのを結構、解説していた、概念やったけども、今回の現象学も結構そんな感じで、人間の認知構造をまず解明して、そこからなんかものを考えてみようみたいな感じのスタンスの哲学。で、そういうね、その認知構造の解明みたいなのが結構好きで、個人的に。そうなん。なんか、そういうね、なんていうの、人間のこう、考えたり、認知するプロセスが、なるほど、そういう構造だったのかっていう、なんか、発見が結構楽しくて好きなんで。はい。これって認知構造の話かどうかわからんけどさ、俺ちっちゃい頃、自分の見てる赤って他の人から見たら赤色なんかなとか。もういかにも哲学なやつ。これ哲学なんや。そうそうそう。っていうのめちゃくちゃ考えてて。はいはいはい。だよね、そういう、それが赤となぜ認識できるのかとか、そもそもそれは本当に赤なのかとか、そういうのを考えたりするのも哲学ですよね。なるほどね。で、そう、いい導入を話してくれたんやけど、ちょうどその、現象学の話は入っていくんやけど、まずその科学というのがどういうものかというと、結構フッサールって結構もう最近の人で、結構戦時中くらいに生きてた人で、そう。で、まず科学の立場というと、ニュートンが、その、リンゴ茎から落ちる、それを重力であると、発見したというのが、始まりだったりするけども、現代科学の。だけど、まず、科学は、リンゴがまずあって、それが気になっていて、それが落ちるという当たり前のことは問わないと。それを当たり前として、ではなぜ落ちるのかというのを考えるところが科学なわけやん。そうやね。そう。なんだけども、フッサールは、そこで、そもそも、それをリンゴだとなぜ確信できるのかと。なるほどね。そう。そこに何かものが実在して、それをリンゴと捉えれる。それを確信できる根拠は何だと。つまりフッサールね、もともと数学をやってた人で、そうなんや。そこから出発してるんやけど、数学的に話すと、リンゴだと確信するという、その公式の根拠は何だと。それをまず一つの公式として使ってるけども、その公式は本当に正しいのかと。なるほどね。そんななんか、考えもせんよね。そう。普通に生きとったらそんなこと。そうそうそう。まず生きていて自明なことは、科学はそれを取り扱わないよ。けども、それを取り扱わないということは、土台がぐらついていると、思ったわけ。
うーそれが例えばリん。ンゴという確信が成り立たない、それが正しいと言えないとなれば、それはもう科学が崩壊しちゃうわけやん。うんうんうんみたいなうん。感じで、だから土台を考えようと。土台ね。そう、まあさっき言ったように、もともとその数学者で、フッうん。サールは。で、そこからもともと数学者で数学をしている最中に、数学の正しさとは一体何が保証しているんだと。何が保証しているんだ。そう、結うん。構、諸学、まあ、物理学とか、うん。まあなんか、現代の科学っていうのは基本的に全て、数学が数学が保証してくれているやん。そうやね。物理うん。学も数学の正しさによって保うん。証されているし、うん。まあ、生物学とか社会学とかもそうやんね、基本的に。うんうん。数学的にその統計とかそういう数学があって、その数学が正しいから、その上で、成り立っている学問っていうのうん。が最近の現代科学であると。うんうんうん。なんだけども、その数学の正しさは何が保証しているんだと。はいはいはい。数学、もう言われてみればそうやね。そうそうそう。例えば1というのは、一体それは1と捉えることを何が保証してくれているんだとか、1たす1は2であることはどう証明できるんだと。うみたいなん。感じで、数学が正しいことを、保証するのが、まあ、極めて難しいと。うん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 。そこを、まあ、考えようとしたのがフッサールで、うんうんうん。で、最初はね、まあ、その当時、心理学主義っていう、まあ、派閥があったんよ。うんうん。で、その心理学を元にして、その諸学、諸学問の、基礎づけをしようと。うんうんうん。そういう、まあ、流れがあって、そういう流れがある中で、フッサールも最初は心理学から始めたんよね。心理学から入っていくんや。そう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 。最初心理学によって、人間の、まあ、脳の仕組みというか、うん。そういう感じなんです、心理学って。脳の仕うんう組みかん。ら人間はどう考えるのかとうん。いうのを考える学問やけども、心理学からその数学とか諸学の正しさを保証する土台を考えようとうんうんうやったんだん。けども、それではダメじゃないかと思ったところから、現象学を始めるに至ったんよ。なんでダメって思ったんかな。だよね、まず、まず、なんでダメだったかという話を後でするんだけども、うん。まず一つ重要なうん。概念というかキーワードとして、えっ今のね。と、現象学が、一番ポイントとするのは、主題的ではない経験に焦点を当てますと。主題的ではない経験。そう、つまり、経験する中で、例えうん。ば、今こう喋っている内容に対して主題的やん、これは、今。うん、そうやな。内容を主題的に考えて、うん。意識して経験していると。うんうんうなんだけん。ども、その喋っているというこの、例えば声の発し方とかは意識してないやん。その、喉の構造とそういう話。そう、まず、その喋る内容はぐるぐる考えてるけども、喉をこう筋肉を動かして、こうやって喋るとか。いや、それはそうやろ、意識としか今、しないやん。そう、うん、せえへんな。そう、その非主題的なところを、うん。考えていきましょうと。うわ、そっから考え出すんや。そう、まあ、科学者とかは、まずその例えば実験器具があって、その実験器具で観察した対象がそこにあると確信しますと。うんうまあ、ん。自明なもの、当たり前やん、それって。うん、そうやな。つまり、例えば顕微鏡があって、その顕微鏡で観察した観察対象の微生物がうん。目で観察できたならば、それは疑わないやん。うん。っていうところが、科学者とか、まあ、一般的に僕うん。たちもそこは疑わないと。うんうんわざわざ問題にうん。しないわけやん、それは。そうやな。だって当たり前すぎるから。まあ、あるもんね。そう、あるから。あるもんね。あるし、喋れてるし、見えてるうん。し、あるからわざわざ問題にしないんやけども、うん。そこを考えましょうと。ああ、あるもんはほんまにあるのってこと。ほんまにあるのっていうところを疑うのもそうやし、まあ、うん。それを疑うというよりも、ほんまにあるとなんで確信できるのか。
その確信できる根拠を考えましょうと。やばいな、根拠の根拠を探し出してるってことか。そうやね、その、物理学の根拠の数学の根拠みたいな。めんどくせえ、すごいおもろ。なるほどね。そうそう。っていうところにスポットライトを当てて、学問をするんだけども、ここからさっき言った、心理学主義。で、そういう、出発点の中で、心理学主義を、始めたんだけども、心理学主義ではダメだと、本でも結構書いてたりして、あ、そうなんや。自身が。で、心理学というのはどういうものかという、心理学主義というのがどういう主張をしていたかというと、の人間が、考え出す学問の、基礎として、その人間の学問というのは心理学的なその心理の働きによる、現れだと。心理、その人間の心理構造によって、現れた結果として、学問が成り立っている。例えば、それはつまり思考の癖に過ぎないと。思考の癖、こういう癖があるとか。例えば、1たす1イコール2という論理法則も、人間の脳がそう考える癖があるから、そうなっているんだと。人間の脳はこう考えがちだよね。だからこれが学問、こういうなんか数式が成り立つんだよみたいな。はい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 。多数決的な、もう大多数がそう思ってるからそうだよねって。大多数がというか人間の、身体構造がまずそう考える構造でありますと。はいはい。だから、そういう結論に至って、そういう、学問が成り立つんですよと。学問が成り立つその根拠というのは、その人間のそういう心理構造であったりとか、その脳の構造によってそういうのが成り立っていますという話をしている。はい。のが心理学主義という立場なんだけども、フッサルからすると、それではダメだと。それでは厳密な真理に到達できないと、言ったわけで、例えば、脳の構造が変わってしまえば1たす1イコール5になるのかと。というのがあったり、例えば脳みそがなくなったとしても、この身体だけになったとしても、1たす1イコール2というその真理は宇宙から消えるのかと。というわけ、そんなはずではないと。そうやね。てか、そもそも真理を探求しているんだから、そんなものが真理であってはならないと。だって我々はその普遍の真理を探求しているんだから、そもそも前提が違うと。その人間主体の真理を我々探求しているんじゃないから、人間がいようがいまいが、その変わらない真理を探求しようと。はい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 。人間主観の学問はもちろんあってもいいんだけども、そういう、事実が観測されて、そこから何か絶対的な法則性を見出すことこそが学問なんだから、その人間の思考の癖であると捉えてしまうと、それは普遍の真理じゃなくなるやん。そうやな。だってもう、基準ブレブレやもんね。そうそうそう。だから、それだと、真理に到達できないし、そもそも真理を探求するという行為じゃなくなってしまうから、では、心理学主義の批判として、思考という出来事と思考されている内容をごっちゃにしていると、それは。そうやね。もうだいぶ個人差もよるしね。思考しているというそのプロセスと思考した内容、プロセスとアウトプットをごっちゃにしてしまっている。そのプロセス自体は確かに心理学に基づくと。心理的な働きであるよね。その1たす1イコール2と計算しているその最中、これは、計算している最中であったり、それを思いつくまでのプロセスに関しては、確かに人間の思考、心理が反映されるんだけども、それたどり着いた1たす1イコール2という心理そのもの自体は論理的な正しさ、妥当性があると。妥当性がある。それは人間の主観によらないよねっ
っていう話を。はい。それは本質じゃないの、それは真理じゃないのという話をはいはい。したと。うんなので、うん。心理学主義は、それは違いますよ。と言って、では、現象学によって、うん。その人間の、その学問、人間のというか、その学問の土台を築いていきましょうよとうん。始めたわけです。なんか壮大やな。そう。諸学のすべての学問のうん。土台を考えようと。あの、えー、それがまた、最終どういう風に考えついたのかがめっちゃ今気になってるところやな。うん、そう、まあ、壮大なんよね。野なあ、望がもう。なんか、考え出した、うん、いニュートンのそのリンゴが落ちるとかさ、うんうん。もう些細なことから、それをまた万有引力っていうのを見つけたみたいな壮大もんみたいな感じで、うん。それって本当にそうなのって考えから、その心理学からまたそれ超えて新しい学問にまで発展しようとしてるのがすっごい、めちゃくちゃ壮大が学問おもろいな。そうそうそう。そう、発展していってるんよ。だから地続きなんやけども、うん。その土台、その万有引力が土台が揺らいでしまったら、崩れちゃわないって、それ。うんうんうん。それもさらに、確固たるものとして基礎づけるために、そのさらになる土台を考えましょうよと。うんうんうん。基盤がグラグラなんでちょっとそうやな。地震起きたら崩れちゃいますよと。うんうんうん。っていう話だね。はい。なるほどね。うん。っていうところで、まあ、フスタールは現象学というのを始めて、まあ、それが、まあ、始めたその目的だったり、うん。なんていうのかな、始めた動機うんうん。がそこであったと。というので、まあ、今回、まあ、それを、まあ、現象学は、まあ、厳密な学と言ったりするんやけど、その、うん。厳密性をさらに辿りましょうと。うんうん。厳密に考えたときに人間の認知、まあ、その土台を考えていって、結局、まあ、認知プロセスをこう紐解いていって、うん。考えていくって感じなんやけども、はい。で、うん。今回は、その動機うん。と目的のことを話しましたけども、次回第2回はですね、うん。その現象学の、うん。まあ、現象学の土台。おまずー。その現象学の世界観をね、どういう世界観で考えていくのかと。まずその世界観設定がないと、そのものの考え方が、ものの考えを突き詰めていけないから、この考そうやね。え方をわからないと、その考うん。えることができないから。いわゆる公式的な感じってこと？そうやね、まあ、公式、まあ、その考え方。考え方。例えば、なんか、人間の考え方とか、犬の考うん。え方とか、人間の考え方みたいな感じで、その現象学の考え方とはどういうものなのか、世界観が、うんうん現象学がどう世界を捉えるのかうん。うん。っていうのをまず話して、そこから突き詰めれるから、うんうん。その世界観設定のところを話していこうと思います。はい。ということで、今回はね、ちょっと長いんやけど、第1回から第6回まであります。長いね。ちょっとね、やっぱ、話す内容が多くてね、ちょっと、今まではまあ、3回まで収めてたんやけど、今回はちょっと6回まで行きますと。特別版やね。はい、もう、だいぶ力入ってますんで。うわ、気合入ってんね。まあちょっと、まあ、めっちゃ理解できてるという自信が持てるかというとちょっと微妙なところなんやけどおも、お。まあ、できる限り皆さんに分かりやすく話すんで、はねえ。い。これちょっとまあ次回もこんな長いぐらいやから結構楽しみなところではあるな。はい。その現象学の、まあ、土台を話していこうと思います。はい、わかりました。はい、ということで、今回は現象学の、動機、目的の話でした。ではまた次回もお聞きください。それではまた来週。バイバイ。